皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。最近すっかり気温が上がって蒸し暑い日が続いてますが、暑い日が続くと食欲が落ちてしまったり、体がだるくなってきてなんだか力が出ないという方も多いかもしれません。そんなわけで今日は蒸し暑い夏を乗り切るためのおすすめの作り置きを7つ紹介したいと思います。どれも簡単にできて食欲の進むおすすめのレシピなので、ぜひ作ってみてもらえると嬉しいです。まず作るのはタコとトマトのめんつゆサラダです。まずはミニトマトは洗ってヘタを取ります。トマトが赤くなると医者が青くなるということわざもあるほど、トマトはとっても栄養価が高い野菜です。水分やカリウムなどのミネラルが多いので、夏の水分補給にも効果的な野菜です。ヘタは取ったら包丁で半分に切ります。トマトは抗酸化作用の強いビタミン C やリコピンも豊富です。夏は紫外線の影響で活性酸素が増えやすいので、こういったトマトみたいな抗酸化作用のある食材を摂るのがおすすめです。トマトは切ったらボウルに入れておきます。次はタコを切ります。タコもトマトと同じぐらいの大きさになるように切ります。タコにはタウリンという成分が多く含まれているんですが、タウリンは疲労回復を助けたり肝機能を高めてくれる効果があると言われています。夏はお酒を飲みすぎてしまうという方も多いかもしれませんが、タウリンはアルコールの分解を助けるので、お酒を飲む方にもおすすめです。次に青じそを千切りします。茎の部分は切り落としてからくるくると巻いて端から刻みます。しその香り成分はペリルアルデヒドというものなんですが、胃液の分泌を促進して食欲増進に役立ちます。そうしたら調味料を加えます。調味料は3倍濃縮のめんつゆが大さじ2、オリーブオイル大さじ1、レモン汁大さじ1です。レモン汁がもしなければお酢に変えて作ってもいいです。ミニトマトが崩れないようにスプーンなどで下からすくうようにして混ぜるといいです。これで出来上がりです。しそとレモンの爽やかな風味と栄養満点のタコとトマトで夏の疲れにおすすめのメニューです。ぜひ作ってみてください。次に作るのはオクラのツナ塩昆布和えです。オクラはまずヘタとガクの部分をぐるりと包丁を入れて取り除きます。この作業はちょっと大変なので、もし面倒な時はヘタの下を一気に切り落としてもいいと思うんですが、こうやって包丁で剥くと無駄な部分がないし、茹でた時に栄養素も流れ出ることも防げます。塩を小さじ1杯ほど振ってまな板の上でゴロゴロ転がします。これはオクラの表面に生えている産毛を取ったり、口当たりを良くする効果があります。あとはオクラの緑色を鮮やかにする効果もあります。そうしたら熱湯に入れて1分半茹でます。茹ですぎると食感が悪くなってしまうので、あんまり茹ですぎないようにするのがポイントです。見た目でまだ硬そうに見えても意外と柔らかくなってます。ざるにあげて冷たい水にさらして冷まします。すぐに冷たい水で冷ましてあげることでオクラの緑色をきれいに保てます。
よく水気を切ってから小さめの乱切りにします。こんな風に切った断面が上になるようにオクラを転がしながら包丁を斜めに入れて切っていきます。切ったらボウルに入れてツナ缶を加えます。ノンオイルのツナ缶を汁気を軽く切ってから加えます。お好みでオイル漬けのツナ缶を使ってもいいと思います。塩昆布 6g、酢小さじ1/2、ごま油小さじ1も加えて混ぜ合わせます。塩昆布 6g はだいたい2つまみぐらいが目安です。お酢を少し加えることで味が引き締まって塩昆布のうまみも引き立ちます。オクラのネバネバ成分にはタンパク質の消化を助けたり胃の粘膜を保護する働きがあると言われています。カロテンなどのビタミンとかミネラルも豊富なので夏に弱りがちな体を助けてくれる食材です。次に紹介するのはかぼちゃのナッツサラダです。まずかぼちゃはスプーンで種と綿を取り除きます。ちょっとピントがずれてしまったんですけど、こんな風にスプーンですくうようにすると簡単に種が取れます。そうしたら包丁で一口大に切るんですけど、硬くて切りにくい時は1分ぐらい電子レンジにかけると切りやすくなります。かぼちゃは後で潰してしまうので形は気にしなくて大丈夫です。火が通りやすいように小さめに切っておきます。耐熱容器に移してラップをして電子レンジで6分加熱します。火が通りにくい皮の部分は下にして入れるといいです。かぼちゃは野菜の中でもトップクラスに栄養価が高くて、特に三大抗酸化ビタミンと呼ばれるビタミン E やカロテン、あとビタミン C が豊富なのが特徴です。次はナッツを刻みます。ナッツの種類は好きなもので大丈夫です。今日はマカダミアナッツがあったのでこれを使いました。マカダミアナッツは脂質が多めなんですが、その脂質の成分は体にいい働きをする不飽和脂肪酸というものです。特に不飽和脂肪酸のオレイン酸というものが多く含まれていて、コレステロールを下げる働きがあります。また脂質はかぼちゃに含まれるビタミン E やカロテンの吸収も高めてくれるので、かぼちゃとナッツはとってもいい組み合わせかなと思います。かぼちゃをレンジで加熱したらフォークを使って潰していきます。レンジから取り出すときはとっても熱くなっているので、やけどしないように気をつけてください。まだちょっと硬いなという時は追加で1分ずつぐらい加熱してみてください。フォークがスッと通るぐらいになれば OK です。かぼちゃを潰したら裏ごしタイプのカッテージチーズを加えます。カッテージチーズはクリームチーズに似た見た目なんですけど、脂肪分が少なくてタンパク質が豊富なのが特徴です。かぼちゃに加えるととても滑らかな食感になって美味しくなります。あとは塩とナッツも加えたらスプーンで混ぜ合わせます。かぼちゃはそれ自体の素材が
とっても美味しいので、味付けはシンプルでも美味しくなります。夏は食欲が落ちて栄養が偏りやすいので、栄養価の高いかぼちゃを使ったメニューもぜひ作ってみてもらえるといいかなと思います。こんな感じでかぼちゃのナッツサラダが完成です。仕上げに黒いりごまも散らしました。これで出来上がりです。次は長芋のにんにく醤油漬けを作ります。このメニューは漬けるだけなのでとっても簡単です。長芋にはでんぷんの消化を助けてくれるジアスターゼと呼ばれる消化酵素が豊富です。なので食欲が出ないときはすりおろしてとろろご飯とかにするのもおすすめなんですが、漬物も美味しいのでぜひやってみてください。長芋は皮を剥いて縦半分に切っておきます。にんにくは薄切りにします。にんにくを入れることで食欲をそそる香りがプラスされてとても美味しくなります。そしたら調味料を混ぜ合わせます。醤油大さじ2、みりん大さじ2、あとさっきのにんにくの薄切りと唐辛子の輪切りも加えて混ぜて、そこに長芋も加えます。保存袋を使うと少ない調味料でもまんべんなく浸かりやすいです。全体に漬け汁が行き渡るようにしたら、なるべく空気を抜くようにして袋の口を縛ります。これは6時間ほど置いてからが食べ頃です。好きな大きさに切り分けてから食べてください。次に作るのはきゅうりと豚しゃぶのやみつきサラダです。まずきゅうりは2本は塩を振って板ずりします。さっきのオクラもこんな風にしたと思うんですけど、きゅうりもこうやって塩を振ってゴロゴロ転がすことできゅうりの緑色がきれいになるのと、表面が滑らかになって口当たりを良くする効果があります。そうしたら一度きゅうりは水で洗ってから包丁で縦半分に切って斜め薄切りにします。きゅうりはあんまり栄養がないイメージがあるかなと思うんですが、塩分調節に必要なカリウムが豊富です。あと水分も多く含まれていて体を冷やしてくれるとも言われているので、夏におすすめの野菜です。何よりもきゅうりのパリッとした歯ごたえが食欲が落ちた時にも食べやすいかなと思います。続いてにんにくと生姜をみじん切りにします。にんにくも生姜もどっちも食欲アップに役立つ香り成分を含むので夏バテにおすすめの食材です。特ににんにくは豚肉と摂ることでビタミン B1 の吸収を高めてくれるので疲労回復に役立ちます。ちなみに生姜は皮は剥かなくても大丈夫です。皮がついたままの方が香りがいいし栄養素も無駄なく取れます。ただちょっと皮が古くて乾燥してしまっている時とか黒ずんでしまっている時は皮は剥いてから使ってください。
そうしたらボウルにきゅうりとにんにくと生姜を入れて調味料を加えます。醤油大さじ2、酢大さじ2、砂糖大さじ1、豆板醤小さじ1を加えて混ぜ合わせます。混ぜたらこのまま少し置いておいてなじませておきます。その間に豚しゃぶを茹でていきます。鍋に熱湯を沸かしてお酒を少し加えます。お酒を加えることでお肉を柔らかくする効果や臭みを取る効果があります。お湯はあんまり沸騰させすぎないようにするのが柔らかく茹でるポイントです。少し鍋の縁の方がふつふつしているぐらいがいいです。豚肉は疲労回復や夏バテ予防に役立つビタミン B1 が豊富です。ちなみに今日は脂身の少ない豚のもも肉を使ったんですが、お好みでバラ肉とかロース肉などを使っても OK です。あと豚肉は水にさらすと水っぽくなったりうまみが逃げてしまうので、水にはさらさずに茹でたらボウルにとって自然に冷ましておきます。さっきのきゅうりの入ったボウルに豚肉を水気を切ってから加えます。そして全体をささっと混ぜたらこれで出来上がりです。ちょっとピリ辛の味付けでニンニクと生姜の風味ときゅうりの歯ごたえがとっても食欲のそそるメニューになってます。ちなみに辛いのが苦手な場合は豆板醤なしでも作れます。次に作るのは鶏肉と大豆のトマト塩麹煮込みです。良質なタンパク質を含む鶏肉と大豆を一緒に摂れるレシピになってます。まず一口大にカットした鶏もも肉と塩麹を鍋に入れてなじませます。塩麹は味付けだけじゃなくてお肉を柔らかくする効果があります。混ぜたらこのまま10分ほど置いておいて、その間に玉ねぎを切ります。玉ねぎは1センチの角切りにします。縦横に包丁で1センチの切り込みを入れてから端から1センチ幅に切っていきます。大豆も鶏肉もエネルギー代謝に必要なビタミン B 群を多く含んでいて夏バテ予防におすすめの食材です。このレシピは全部鍋に入れてから煮込むだけなのでコンロの前にいる時間も少なく済んで暑い夏でも作りやすいレシピかなと思います。玉ねぎを切ったら鍋に入れて大豆の水煮缶を1缶加えます。おろしにんにく小さじ1/2とカットトマト缶も1パック加えます。全部入れたら蓋をして中火にかけます。ぐつぐつ煮立ってきたら弱火にして10分煮て出来上がりです。トマトは意外にうまみが豊富なので塩麹だけのシンプルな味付けでもとっても美味しくなります。ぜひ試してみてください。そんなわけで最後のメニューです。ピーマンとナスと厚揚げの煮浸しを作ります。ピーマン4個はまず半分に切って種を取り除いてからさらに縦半分に切ります。
ナスはヘタを取って縦4等分に切ります。長さも半分に切って食べやすい大きさにしておきます。ナスやピーマンは夏には比較的値段が安くなるので、この時期はたくさん買う方も多いのかなと思います。煮浸しなら冷たいままでも美味しく食べれるので、作り置きにとってもおすすめです。長ネギ1/2本は斜め薄切りにします。厚揚げ2枚はキッチンペーパーで油を拭き取ってから食べやすい大きさに切ります。フライパンにサラダ油を適量熱しておいて、ナスとピーマンを加えて炒めます。ささっと1分ぐらい炒めたら弱火にして蓋をして3分ほど蒸し焼きにします。夏はやっぱりコンロの前に長くいると暑くなっちゃうので、今回はなるべくほったらかしてできるようなレシピにしてます。3分経ったら蓋を取って厚揚げを加えてさっと炒めます。厚揚げはお肉と同じように我が家でもよく使う食材なんですが、煮物や炒め物とか意外と何でも使えるし、タンパク質や大豆イソフラボンっていう美容に役立つ成分も取れて、とってもおすすめの食材です。1分ぐらい厚揚げを炒めたら、めんつゆ3倍濃縮のめんつゆ 50cc、 水 100cc を加えます。そしてまた蓋をして3分弱めの中火で煮ます。3分経ったら蓋を取って長ネギを加えてさっと混ぜます。火を止めてから削り節も1つかみ加えます。これで出来上がりです。このメニューは時間が経つと味が染みてさらに美味しくなるので、作り置きにもぴったりのメニューです。食べるときは温め直してもいいんですが、冷たいままでも美味しいです。ぜひ作ってみてください。そんなわけで今回は夏バテ解消におすすめの7種類の作り置きを紹介してみました。これからまだまだ暑い日が続くと思いますが、しっかり栄養をとって元気に過ごせるといいなと思います。それではご視聴くださりありがとうございました。